焦げに向かって入ります。で最後にソースをあえて、で軽く落ち着いたのでここに卵黄1個。はい、こんにちは、主婦のファビューです。今日はトマトカルボナーラを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティ、パンチェッタ、卵黄、ホールトマト、ペコリーノチーズ、黒胡椒です。はい、それでは今日はトマトカルボナーラを作っていくんですけど、このパスタはローマ三大パスタのアマトリチャーナとカルボナーラを単純に言ったらもうミックスしたようなパスタで、イタリア人には怒られちゃうようなパスタだとは思うんですけど、実際にちゃんと作るとですね、本当に美味しいパスタになっているので、これから早速作っていきます。はい、それではまずはホールトマトをこして裏ごしをしていきます。この上の硬いヘタの部分、ここと中にある種が口の中に残るので、それを取り除いていくっていう作業です。で簡単なのは家庭にあるようなボウルとざる準備してもらって、それでこのホールトマトを崩しながら崩す。であとは潰してこしていきます。それでは今こした状態になったんですけど、この残った種と茎の部分ですね。でこれはそんなに気にならない方はこさなくても大丈夫なんですけど、より丁寧なパスタ作りたい方はこすととてもいいです。でこれは冷凍しといて野菜だしに使ったりとかすれば、大丈夫です。で今これホールトマトをこしたものなんですけど、これをイタリア語でパスタータ・ディ・ポモドーロと言います。で今日作っていくパスタは昔僕が研修させていただいていた一つ星レストランのシェフに実際教わったパスタで、簡単に言ったらアマトリチャーナベースで卵黄を加えて卵とじにしたようなパスタソースで、これがですねすごい職人技が入った絶妙な濃厚なソースで、ローマの伝統のトンナレッリを合わせたようなパスタになってるんですけど、今回はそれをリスペクトしたような形で僕なりの解釈で作っています。それでは今日は最初に太麺が合うのでスパゲッティを茹でていくんですけど、さらに本格的な感じで作りたい方はトンナレッリでやってもいいですし、あとはスパゲットーニとかショートパスタだとパッケリとかでやってもすごい美味しいパスタになります。ではまずはカットしたパンチェッタを加えて加熱していきます。大切なのはアーリオオリオエペペロンチーノのニンニクの加熱と一緒で、ここでじっくりといかにパンチェッタの油を引き出してあげることが美味しさのポイントになってくるので、まずは 4,5 分ですね、じっくりと加熱していきます。で最初は全然強火でも大丈夫で、温度が上がるまでですねちょっと待ちます。で今、フライパンの温度が上がって音が上がってきました。そうしたら弱火にします。かなり弱火です。で弱火の状態でじっくりと 4,5 分ぐらいですね炒めて加熱していきます。でパンチェッタも今日は結構肉の部位が多かったので、油が少ない場合はちょっとだけオリーブオイルを足し上げて、そうすると、真っ黒に焦げたりはしないので、ここで油を引き出していきます。で今日はパンチェッタでやってるんですけど、もちろんベーコンでやってもらっても大丈夫です。はい、それでは今だいぶ加熱してきたところなんですけど、聞いてください。この油から出るシュワーっとした音です。これが大事です。でここでフライパンが焦げついて茶色くなってますよね。これが大事なんです。でパンチェッタからも油が出てます。でこの油は絶対に捨てちゃダメです。これがトマトソースのコクに加わるから美味しくなるので捨てないでください。でそこで先ほどこしたホールトマトがこの焦げに向かって入ります。で加わったらこの今焦げのうまみをですねちゃんとこそいであげる。そしてこのホールトマトの中にこの今パンチェッタの油脂分、これがですねソースのコクにつながるので、これとうまみをしっかりと混ぜ合わせて、でホールトマトが入ったので、いつも僕はパスタタイポモドーロ裏ごしトマトの瓶詰めのものを使ってるんですけど、今日はホールのものを使ったのでいつもよりちょっと水っぽいんですよね。だから
ホールトマトが入った場合は1回強火にします。でホールトマトの場合はパスタタイポモドーロとかトマトピュレに比べて酸っぱいです。なのでしっかり強火にして表面上の水分を今飛ばしてあげるっていうイメージで加熱していきます。でソースの出来上がりの目安はここの今かなり汁っぽいんですけど、これが表面の水分が飛ぶとちょっとポコポコしたマグマのような状態になるので、それがいっぱい出てきたら粘度が出てる証拠なので、そこまで加熱していきます。で一旦ちょっと火を中火ぐらいにして、そうするとですね、量もそこまで多くない1人前ぐらいなので、一回ちょっとソースの粘度を見ていきます。もうなんか最初のような水っぽさがなくなって、完全にもうソースとろっとしたこのソース状になりました。そしたらもうスタンバイ OK です。でちょっと外にこうついたトマトソースをですね、ゴムベラとかこういうシリコンのもので取ってまとめて、これでベースが完成です。でパンチェッタを入れてる時に玉ねぎを入れて炒めたら甘みも出てとても美味しいので、甘みがあるソースが好きな方はそのやり方でもいいんですけど、より本場寄りでキレがあるソースにしたいって方はこの今日の僕の作り方でやってみてください。でゆるっと、はい、それでは麺が茹だったので合わせていきます。で最後にソースをあえて、でちょっとこのトマトのこのアマトリチャーナのソースに余力が残っている状態で一回ちょっと沸かします。でソースが沸いたら一回火を止めて、そしたら今湯気が出ました。で今かなり熱い状態ですね。でこれが軽く落ち着いてきたら卵黄を入れます。で軽く落ち着いたのでここに卵黄1個で、この卵黄でこのアマトリチャーナのソースで、今日はホールトマトを使ってるのでちょっと酸味がやっぱり強いんですよね。そこに卵が入ることによって中和されてバランスよくなるっていうようなパスタになってます。そうするとですね、とろみがすごく乗ってくるんですよ。でそして最後にちょっとペコリーノロマーノをですね、これがまた酸味が強いのでチーズのコクが最後に入る。でこれは必ず火を切っている状態、余熱で混ぜてあげることによってトロトロで最高の状態になってます。見てください。はい、これで最高にいい感じに麺にソースが絡んだので盛り付け入ります。はい、これでトマトカルボナーラの完成です。はい、いただきます。すんごい濃厚なんですけど絶妙なバランスで美味しいですね。で今日のパスタはいつも動画を見てくれている方見たらおって思ったかもしれないんですけど、ホールトマト使いました。でこのホールトマトを使った理由は、今日ですねこのパンチェッタのかなり塩気とコクがあるものに濃厚の卵黄さが加わるようなパスタになっているので、普通のそのパスタタイポモドーロでやっちゃうとちょっとですねバランスが悪くなっちゃうので、あえて酸味があるこのホールトマトを使うことによって完結するようなパスタソースになってます。でよくショート動画でいただくコメントで味すんですかっていうものがあったりするんですけど、実際いつも作っていただいている視聴者の方々は分かってくださっていると思うんですけど、実際やっぱりイタリアの加工品ってものすごい味が強かったりとか、そもそも塩分が含まれているもの、チーズもそうですけど、そういうものが多いからこそ塩って使わないじゃないですか。塩って使わなくても今日のパスタは本当にですね塩使ってなかったと思うんですけど、茹で汁もしっかりとした濃度だし、パンチェッタの塩気とチーズのコクとでホールトマトが酸っぱいから結構ですね、それだけでも満足感のあるパスタ料理になってます。はい、ごちそうさまです。今日のパスタソースなんですけど、
僕たち日本人が好きそうなパスタソースに仕上がっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。